白の方ですね。じゃあ赤ワインパンチ30分に1回パンチして、でその後3時間発酵してからもう1回パンチみたいな。ミキシングでほとんどかけないでツヤしたぐらいで揚げるんで、ある程度発酵時間長めの中でパンチで少しつなげていくみたいな。もっと大きいところでやる選択肢なかったんですか？ないですね別に大きくやりたいとは思ってなかった。サブロンとかの時に店舗展開されてこうあまり納得いかない部分もあったんで、自分のお店はもう目の届く範囲でちゃんとやりたいことがやれるにはそっちの方がいいかなと。
これはロデベに、液種系ってその酸味が出ないので、どっちかというと甘みがまだまだ全然残ってる感じなんですけど、こっちはちょっと乳酸菌発酵させて酸味が欲しくて、なんですけど、うちはこれはこれで発酵だってとして使う。甘煮です。くるみです。ローストしています。こちらはやりがめないで毎日毎日ローストしてます。
今日天気予報見た？はい。天気予報あ、はい。どんなだった？もう雨降らない？晴れ？降らないはずです。もう晴れ？はい。ちょっと暑いかもしれないですね。暑い。はなるほど。これうちのレストランで出してるパンのなんですけど、先ほど麹種と湯種の併用で、アルファバゲットとさっきのオリゼっていうのハイブリッドのパン。はい。これだいぶ美味しいです。皮が本当オリゼみたいにこう醤油せめみたいな香ばしさがあって、中はもちもちともしてるし、なんかおかゆみたいな甘さもあるしみたいな。でいいとこ取りな感じですね。食べてみますか？ビニールあげますよ。のりちゃんやれ下手。もっとこれもうちょっと綺麗に並べるのと、あ、はこっちの方までクップ入れて、あ、すいません。これも下手。緊張しちゃったの？これも下手。この辺まで、この辺まで。やばい。ギョル君のレベルがフィロゾフのレベルだと思われたらどうしよう。よく編集してください。昨日の話の続きなんですけど、はい日本にパン習いに来るはいフランス人なり欧米人なりはいはい。みたいな流れってあるんですか？ありますね。僕がサブロンの働いてた時も、サブロンのフランスにいる子が日本の方に、僕の下の方に勉強しに来ました。わざわざ同じブランドだけど、フランスにいても教えられないから日本に、そういうことなんですね。はい、日本の方がレベルが高かったんで、だから技術的にそんなにやっぱりないですよね。向こうは機械使うのがうまいとかそんな感じになっちゃう。早いし綺麗に入れられるんですよ。できるようになれば。難しいですね。店舗展開をして大きくしても高品質なものを維持するって店舗展開よりも早く人を育てないといけないんで、それは相当難しい話だと思いますよ。そもそもに職人さんが少ないのにレベルが高ければ高いほどパンの、そういうのをやる職人さん、やれる職人さん育てるっていうのはまあ難しいので、ほぼ不可能に近いぐらい店舗展開が早ければね、まあどうしてもね妥協が出てくるわけで、そうやってどんどんダメになる。まあ分かりやすいですよね。
で株主とかはそういうふうにやったりしがちなんですけど、お金稼ぎしたいから。だからそうじゃなくて、僕は店舗展開っていうのは、例えばうちみたいにじゃあまあ毎日売り切れて、まあ、もうこれがマックスで作れませんと。でもまあ例えば職人さんがもうちょっと育ってて、でもう作ることができる、みんな同じようなクオリティでできるような人たちがもう育っていて、お客さんもそれを求めているみたいな。でも足りないっていう時に、じゃあもう1店舗出してっていうのは、店舗展開としては僕はそっちの方が正しいと思っていて、パン屋さんって舐められがちだなと僕は思っていて、それがすごい嫌いなんですけど、それは料理人にじゃあ例えばその三つ星シェフの店、これ店舗展開してるってできるんですか、それ言ったことありますみたいな、はいはい、それをパン屋に言ってるようなもんですからね。本当日本のトップクラスのパン屋さんに、いやこれの店舗展開してよと、無理に決まってんじゃん。料理人、パティシエ、ブーランジェみたいなヒエラルキーがあるような感じはありましたけど、まあ今でもありますよ。あるんでしょうけど、まあそれでもトップの方はどの世界も同じように素晴らしい方たちが多いってことだとは思います。それをまあ認めざるを得なくなったぐらい、今の日本のパン屋さんは美味しいです。上がりですか。はい、ここはじゃあお疲れ様ですすいません、頑張ってください。何かあったら LINE ともください。はい、頑張ってください。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございましまたお願いします。た。はい、何かあったらいろいろ聞いてください。ありがとうございます。はい。パンに円を入れてください。はい、以上です。すいません、あまりいい仕事。いや、すごいなんかもう余計ななんか緊張感を与えてしまって。普段から見てたからね、YouTube。そうなんですか。ありがとうございます。嬉しいです。まあ学生の時代はあんまりしっかり現場で働けないから、はいはい。
そのちょっとギャップっていうか、それをまあ YouTube とか見ながら現場はどういう感じだろうってをちょこちょこ見てて、でも日本語めっちゃうまいからすごい勉強したんですね。なんか何もできないのに言語も通じないとやばいんじゃないですか。しかも現場って結構言葉早いし、自分ができるのが頑張れるのはそれしかないから。すごいな。榎本さんってどんな存在なんですか？とりあえず仕事が圧倒的にできる方で、自分もいつか自分のお店出したらいろいろ考えないといけないところ多いんじゃないですか。スタッフの管理とかビジネス的なそういうところもすごい学べるところが多くて、スタッフが働きやすいようにいろいろ気を使ってもらってるのも自分からも感じてるし、だいたい有名店ってそんな基礎から教えてくれないんですよ。ここはちょっと珍しく、もちろんレベルは高いんですけどやらせてもらえるし、そこは結構いいと思います。やっぱり韓国で日本のパンってレベル高いって知られてるんで、もうしっかり学びたいとは基礎から日本に結構切ってますよね。日本のパンが美味しいし、世界的に有名なのは意外と日本人は知らないですよね。なんでここまで来たのとか言われるんですか？結構言われてるんですよ。なんか何年前までは多分ちょっとパンチクテレートじゃないとあんまり知らなかったはずなんですけど、でも最近は一般人っていうかパンチクテないともうパン屋巡りとして日本に結構来てて、で特に最近フィロソフのお客さんの中でも外国人結構多いんですよ。特に韓国人と中国人。そうなんですね。はいはい。パンを食べるのを目的に日本に旅行しに来るってこと？そうですよね。そういう人も結構いるらしくて、そうなんですか？ちょっと販売入って話してみるとそういう人も結構多くて、やっぱり今韓国で結構いいお店やってる方のシェフの中で日本のお店出身が結構多くなってるんで、だからこそ日本がちょっと有名に知られたかもしれないです。どこで自分のお店やりたいと思ってるんですか？いずれかは韓国帰ってお店やるのがプランなんですけど、やっぱり日本母国が一番だなと思ってそうですよね。結構日本って韓国人にとって住みやすい国なんですけど、こうみんな優しいし文化も似てるし、だとしたらやっぱり韓国がいいなと思ってで日本は何よりも美味しいパン屋さんも多すぎて